飯がなさすぎるんだよ。しかももう2軒目やからこれ。そうしかもまあまあ有名なお店っぽいんだよね。今ちなみに19時25分なんですけど、今まで行った2軒が Google 上は営業時間中で営業中です、で実際営業もしてたよ。そうで1軒目は今日は貸し切り営業だからダメですって、まあそれはわかると、で2軒目は営業時間中で席も空いてたんだけど、もうお料理が出せません。そう、お料理がもう出せませんって言ってお断りで、それで3軒目じゃあ違うところ行こうと思って Google でまた調べて行ったら、営業中ですって書いてあるね。そう道がないし、お店らしき建物もうないね。いやでも行ってみる？営業中ですよ。行ってみる？これはもう最後のチャンスよ。あ、そうだね。この海鮮ではないけど、まあなんかでもお蕎麦とかもあるし、なんかとんかつとかも有名なんじゃなかったっけ？そうだね。まあ行ってみようか。ちょっと行ってみよう。はい、着きました。もうしんどい。9時までって書いてあったんですよね。21時まで。で来てみたら本日の営業は終了しました。ちなみに7時半。7時37分ですね。なんで？俺たちが何をした？いやもうなんか腹立つとかじゃなくて、しんどいね。本当だね。もうお腹空いてご飯食べようっつって、これ4軒目、空振り4軒目。1軒目で普通入れんねん。そうだね。これが3はないやん、なかなか。3回連続やってるって書いてあるお店でやってないとか食べれませんってなかなかないやん。4軒目来たよ。本当だよね。いよいよよ。はい、着きました。8番ラーメン満車ですね。満車。こほんこはさすがにいけるっしょね。もう腹減って8番ラーメン初めてやけど、もう頼むわ。本当だね。頼むから美味しくあってくれ。具合が悪くなりそうだからね。行きましょう。行きましょう。おはようございます。いや朝飯うまかったね。うまかったね、中尾。ありふりたもんなんですけど。本当だよ、ふりかだよね。でもこれがもうめちゃめちゃうまいって感動しちゃうぐらいね。ね。昨日がちょっとね。昨日の夜は最悪だったからね。良くなかったからよ。そう。そして今日はまた天気が暑くなりそうですね。そうやね。多少雲があるから、あれだけど。でも今福井県ね、まだ朝7時20分なんですよ。はい。めちゃめちゃ早い。この時間からね、動いてるっていうのはね、おもろく動くんじゃないかなと思ってるんですけど。楽しみですね。人のいない時間から動き出す。そうだよ。まずは苔を目指そう。苔やね。苔寺。そう。俺たち苔スペックアイズだから、苔は好きなんですよ。苔好きは康介さんやけどな。あ、そう。じゃあもうそんな好きじゃない苔。いやまあ普通に綺麗やなぐらいはあるけど、あんなもう執着はせえよ。あ、そう。もう康介さんはもう苔見るけど、裏側も見る。見ないけど。苔の裏側ってあんの？まあ僕でも皆さんね、苔の魅力にぜひね、ハマってもらいたいですわ。苔使ってね、アクアリウム的なものとかも昔やってたんでしょ？あ、そうね。まあそういうのもあるというか、それぐらい興味持ってるからね。そうで、苔自体が好きなわけじゃないのよ。なんか苔の中に小人が住んでそうな雰囲気がするよ。なるほど。もうそれで言うと今向かってるところはすごいらしいよ。楽しみです。早速向かいましょう。
怖いところに入ってく。これなんだろうね。ほら、怖くない？雰囲気あんのよ。ちょっと待って。暗いなんか。ここ入っていいの？いや、全然道よ。史跡。普通に道や。史跡。白山平泉寺境内って書いてある。あ、だからこれで合ってんねや。こっちなんや。あ、そうなの？これがその寺の方に行くんや。雰囲気あるわ。怖っ。両脇の木がさ、ふっと。あ、怖っ。なんか、ここね、なんか、見られてる気がすごいする。そうだね。すごい感じるね。感じるね。これさ、でも、絶対トイレとか行ってないからさ。神社というかお寺あるんじゃない？ほんとこんな空気なのに。着いた。はい、着きました。登りますよ。で、このね、うん。一番最初のこの階段、はい。ちょっと急なんですけど、これが精進坂っていうんですね。はいはいはい。なんだと思います？精進坂。これ精進坂なんだ。これが精進坂です。なるほど。その昔、うん。まあここおばおさんたちがね、はいいる場所ですから、うん。魚と肉が食べちゃダメなんですね。なるほど。で、この坂から先はうん。魚と肉が持ち込み禁止だったんで、はい。精進坂と呼ばれるようになりました。おー、すごいね。精進料理とかそういう言葉は、まあ、こういう意味なんでしょうね。なるほどな。精進料理って魚とかないんでしょうっけ、あれ。ねえ、結構ビーガンだよね、確かにね。ねなんか厳かでね、すでにね、そうだね。神秘的な感じが出てるね。あと鳥居が木製なんだね。うん。はい、精進坂。登り切りました。本当だね。よいしょ。どう？精進できた？まだできてない。テンション低いね。疲れちゃっ疲れちゃった。結構な坂だよ。た。まあまあね。もう暑くてやばいからちょっとタオルまで。敵屋のおっちゃん、お祭りですか今日？そう。こちらで。なんかみたらし池っていうの行ってみよう。うん。みたらし池ね。そう。みたらしってどういう意味なんやろう？ね。みたらし団子とかそう。共通かあ、みたらし池はね、なんか湧き出てるんだって。あ、湧き水なんや。そう。へえ。あ、それでこれがご神木なんだって。おお。でかいね。そう。そうなんだよね。とんでもない文字があって。何？見て、ここさ、登山口もあるんだって。ああ、ほんまや。だからこっちが登山口もあって本殿と、あとこっちがお墓と三宮なるほど。があるんだね。法恩寺山。あと楠木正成公のお墓がある。お墓があるの。へえ。どこまで行きましょう？全部行っちゃう？全部はまあ登山とかは無理だけど今日何にも準備してない。俺サンダルだしね。あかんな。そうでもちょっとこっち側に進んでみないといけないから、一回本殿だけお参りして、そうやね。で向こう行ってみようか。本殿綺麗ですよ、ほら、ここから見ても。本当だ。わあ、でもなんか本当に綺麗だね。ねえ、この苔がびっしり生えてる。ね、本殿目の前にしたらもう両脇がびっしりになったな。さっきまではね、ところどころって感じだったけど。すごい綺麗。これはさ、こうなるように人間が頑張ってんのか、もともとここがそういう土地なのかな、分かんないね。一生懸命めっちゃ霧吹きで毎朝毎晩作ってんの？作ってる、育ててる。そうじゃない。お坊さんの一番初め霧吹き2万回からあ、もう修行でね。そう霧吹き2万回の修行。大きい拝殿の左後ろにね、そう、入り込んできてんねんけど、なんかあるよね。真後ろにあった階段。いや本当だ。
まずね、こっち側が行けないところに一つ神様がいるんですよ。そうやな。そうで、階段があるもんな。今度は真後ろにもこうやってあって、こっちから続いてるんじゃない？そうかもしれないね。そしてちょっとこれじゃあ上がってみようか。これなんかはもう補修されてるね。ほら、元の石段と鉄の階段。そうやな。すごく登りやすいです。ウルトラ登りやすい。ちゃんとした階段。そうだね。あ、こっちに拝殿がある。本当だね。なんかさ、うん。すげえパワーを感じる神社。そうやね。俺この拝殿のさ、屋根の裏見た。ドラゴンの結構リアルな彫り物があって。あ、本当。そう。すごいリアルやってなんか。それはね、でもね、取っちゃダメな気がするから。あ、そうかな。ぜひご自身の目で取らん方がいいか。見てください。さあ、以上かな、とりあえずは。そうやな。ああ、でも想像よりすごいとこやったわ。本当だね。神様がいっぱいいるって、なんか苔綺麗ですよっていうのは聞いてた。で綺麗やったけど、こんなになんかさ、裏じゃないんやろうけど、裏神様というかさ、いっぱいね。そう、俺一つの神様がいるもんやと思ってた。めっちゃいたっていうのがびっくり。こういうところってでも、よくさ、なんとか大神宮とか、そういうところはあるよね。あるよな。はい、お疲れ様でしたね。いや、ちょっとね、もう神様のパワーなのか、すごいビンビン感じて、なんかさ、いい方向にも悪い方向にも行きそうな感じがするというか。そうだね、影響力ありそうな。影響力ありそう。そう。そんなパワーを感じましたね。今度降りてきたらさ、出店とかが増えてきて、お店が開いてきて、フローズンドリンクとか、中華そばとかなんやろ、欲望が渦巻いてる。でもそうなんだよ、実際ね、神社とか神様の周りによくほら、なんとか横丁とかなんとか通りとかあるな。あれは飲食店が多かったりするよね。そうそう、あれはお参りした後に楽しむものなんだよね。本来は24時間、お参りの24時間前から四つ足の獣を食べてはならないっていうのがあるのよ。四つ足。そう、豚とか牛とか。鳥はいいんだよ。あと魚も OK。四つ足じゃないから。なるほど。でも、それを食べちゃいけなくて、四つ足を食べないでお参りして、もう肉が食いたい、酒も飲みたい、暴れたい。というわけで終わった後に、こちらでどうぞっていうのまでがセットなのが日本文化です。そうなんや。じゃあほんまに欲望解放なんや。そうそうそう。だから楽しんだ方がいい。なるほどね。じゃあ楽しみましょう。そう。で、あの森行こうかな。すごい。しかも俺地味にうまない。うまい。うまい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 。めっちゃいっちゃった。上手。本当ですか。いただきます。なんかうまいことできた。すごいね。じゃあちょっと一口いただきます。うまっ。もう染み渡りますわ。あ、こういう感じに出るんだ。そうか、粘度が違うんや。あ、でもうまいうまいうまい。でも欲張らないように。おお、いった。まあまあいったね。ハリー、よくできた。イエーイ。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。イエーイ。じゃああっち座りましょう。はい。なるほど。まあ一向一揆でお坊さんと戦っちゃって全部焼かれちゃった。市の人たちがここまでしたら勝てるみたいな、そういうお寺やったもんですから。なあ、そうなんだ。だからみんな何の人がみんな人に来たりとか、ものすごい寄付したりとかもしてるんですよ。だから織田信長だってそうです
していて、そういう人たちが緑とみんなここはもう無理だねみたいな。あ、そう。力のある。そうだったから。ちなみにさっき、そういう悲劇的なこともあった場所だっていうことで、見える人が見ると何か見えちゃったりとかっていうお話もあったんですけど、なんかちなみにどういったものが見えるとか、だから武装した武士とか、お坊さん、なんかその子はもっと下の方で私らちょっと仕事してた時にそこにでも見えるって言うんですよ。へえ、そうなんだ。夜なんか仕事しててやっぱ見えたらしい。私は全然見えるでしょ。霊量ないんで本当に。その子は見える。霊が結構入るとこうなんか感じるって言われます。あ、そうですか。うわ、こんなんはね教えてもらわないと知らない情報やから。でも本当かどうかって言われても私は見ないんで。なんかさっき上行った時にさ、要所要所さゾワゾワしたじゃん。あ、そう。2人とも言ってたんですよ。なんかこうゾワッとするねっていう場所が。そうだって、なんかあんのかねとか言ってから。歴史が長いので。なんかここ本当パワーある感じがすごいしね。リアルななんか力を感じした感じ。観光客の方別に来ていらないんですよ。割とお参りに来られるなって言うんですけど、別に遊びに来たりとかはしてほしいので、そういう場所なんだ。別にみんな宣伝してきてほしいみたいなので、お参りに来てくれたりとかは全然いいんですけど、そうだな。観光地だと来てるのはちょっとあんまり。確かになるほど。そういう感じがしたね。本物の場所やな。そうだから来る人はちゃんとお参りを礼節を持ってね。礼節を持ってやりましょう。やりましょう。